仏心宗では慈悲、知恵、仏性というこの3つをですね、怠ることなく育ててくださいということをお伝えしているんですけれども、じゃあ知恵はどのようにしたら育つのか。仏教には三恵という3つの知恵と書いて三恵という知恵を一口に確かに知恵と言ってもですね、じゃあどういうこと、知恵ってどういうこと、知識と違うのっていうね、そのような質問が来るんですが、三恵という3つの知恵、これをつけていく、養っていくということが奨励されています。じゃあ3つの知恵、三恵って何っていうと、一つ目はですね、物事の原因と結果ということを見るという知恵ですね。これを行ったらこういう結果になる。すべての物事というのは原因があって結果があります。で、原因があって様々な条件があって、そして結果があるんですけども、これをですね、結果だけを見ていい悪いとか、結果だけを見てああだこうだっていうんじゃなくて、そのような結果に至ったその要因っていうのは何だろうということを常に見ていくですね。どのような原因があって、どのような条件がそこに加わって、最終的にこういう結果になったんだ。これはビジネスをやる上でも、何か自分が例えば学生さんであっても社会人であってもね、自分の勉強の成績がテストの結果がこうであったと。で、じゃあなんでこういう結果になったんだろう。どうすればもうちょっとこの結果が変わってくるんだろうと。で、そういうことをですね、ちゃんと原因と要因を見て、そして結果を見る。常に物事の原因と結果、それをですね、よく見て、そして、その考察していくうちに育ってくる知恵。これが一番目の知恵です。原因と結果を考えて考察して得る知恵。これが一個目の知恵です。そして二つ目。これがですね、聞き学んで得る知恵です。いろいろな本を読んだり、いろんな人の話を聞いたり、いろんなところへ行って自分がですね、いろんなその人たちから教えを聞いたりとかして、聞き学んで得る知恵。これが二つ目の知恵ですね。そして三つ目の知恵は何かというと、修行をして得る知恵です。修行をして得る知恵。つまり修行というのは、外にあるものを聞いて学んでいくんではなくて、自分の内側に意識を向けて、自分の心はどういうふうになってるんだ、自分の体はどうなってるんだ、なんでこんな苦しみが自分が出てくるんだ、そういったですね、自分の内側に対して探求していくうちに出てくる、あ、そうか、自分というのはこういうものを自分というふうにしてね、自分は自分の内側でこういうふうなんだと、自分自身を探求していくという、これが修行にとって大事なんですが、仏教で知恵を育てるといった時に、この3つを深めていく、3つを高めていく、3つを育てていくということが大事だということですね。もう一度おさらいすると、物事の原因と結果ということを常に考察する。それをよく見て考察するが一番目の知恵。二つ目が、いろいろと見聞きして、そして知識を得ていくことによってついてくる2番目のこれが知恵です。で、3つ目は、外ではなくて自分の内側に自分自身を観察するということによって自分に気づく、自分の心の在り方、自分の体の在り方、自分の言葉、自分の行い、そういったものをですね、客観的に見て、そして自分自身をよく知る、自分自身をよく収めることができる、そのような力、これを3つ目の知恵としてね、挙げています。この3つを育てていくということが知恵をつけるという意味になります。仏教というのは知識ではないんです。歴史の勉強ではないんです。今この人生において私がどう生きるのかというところへ直結してくる教えなんですね。今この自分の人生において今日から明日から私の人生に変容をもたらしていく、それが仏教なんです。
か世界とか全てに対して見方が変わったし、感じ方が変わりました。そのイラッとすることをいかに解消するかということを教わりました。最終的にはやっぱり人間を学びに行ったんだなっていう。表面的なものではなくて深いところまでイメージがスッと入ってきたんですけど、おっしゃることがもうおっしゃる通りだなと思って、雲が晴れるような感じの気持ちになったりとか、もう感謝しかないです本当に。学びというのはね、いつになってもいつからでも学ぶことができるんです。まさに私たちがどう生きていくのか、仏教を学んで自分の人生の質が良くなっていかなければいけない。自分の心が穏やかになっていかなければいけない。そうならなければ、どんなにたくさんの経典の文句を覚えたところで仏教を学んだことにはならんのです。